はい、セリカさんです。今回はガンプラに塗装した蛍光塗料が時間経過でどれぐらい発光力が弱くなったのか確認していきます。蛍光塗料に興味あるけど劣化が気になって手を出せない方の参考になる動画となっています。それでは確認していきましょう。確認方法はガンプラに塗装した蛍光塗料と新しく購入した蛍光塗料に波長365ナノメーターのブラックライトを当てて発光の違いを比較します。ただ1000円くらいする値段の高い塗料はお財布事情の関係で購入してから保管していたものを使います。用意した塗料は映像のように透明なプラ板に筆で塗って手で持ちやすいようにしました。まずはリアルグレードニューガンダムに塗装した蛍光塗料を確認していきます。このニューガンダムは約3年前に内部フレームにアクリジョンの蛍光グリーンを塗装しました。これにブラックライトを当てて発光具合を確認します。ブラックライトを当ててみると今でもしっかり発光してくれます。これだけ見ると制作当時と比べても発光力がそこまで落ちたようには見えないです。新しい塗料を塗ったプラ板を近づけて比較してみます。プラ板に塗装した新しい塗料よりは少し発光力が落ちているような気がします。ただ塗装のやり方だったりブラックライトの当て方で変わるのでそこまで劣化しているようには見えないです。3年前に塗装した蛍光塗料でもこれくらい発光してくれることが確認できました。次にリアルグレードサザビーを見てみましょう。サザビーはニューガンダムと同時期の約3年前に作ってアクリジョンの蛍光レッドを使っています。さっきと同じアクリジョンですが色が違うので一応確認しておきます。このサザビーはパーツの縁に蛍光塗料を塗装しています。さっきのニューガンダムほどベタベタに塗装していないので見えにくいですが発光はしっかりしてくれています。プラ板に塗った塗料と比較してみます。プラ板に塗った方が厚く塗ってあるので強く発光しているように見えますが肉眼で見るとそこまで違いはなかったです。今でもちゃんと発光してくれているのでアクリジョンの蛍光塗料に関してはそこまで劣化は気にしなくても良さそうです。次にマスターグレードエクリプスガンダムに塗装した蛍光塗料を確認します。このガンプラは約2年前に作ったもので塗料はラッカーの蛍光クリアを使いました。その塗料をほとんどのモールドに墨入れして製作しています。ブラックライトを当てるとこのように発光してくれます。蛍光クリアは文字通り普段は透明でブラックライトを当てると青色に発光してくれます。ビームサーベルとかも発光してますがこれは元のパーツがそのような仕様となっているだけです。プラ板の塗料と比較してみますがこれもそこまで違いはなかったです。ここまでの確認で 2,3 年程度なら劣化を気にする必要はないことが分かりました。ガンプラ自体の保管環境にもよると思いますが言うほど心配しなくていいと思います。このウーンドウォートにはエナメルの蛍光塗料を塗装したので確認します。約1年半くらい前にこのガンプラを作って複数の蛍光塗料をモールドに墨入れしました。ブラックライトを当てると複数の塗料が発光してくれます。といっても赤と緑の主張が強くて目立ってますね。パーツの内側のモールドにも墨入れしていますがパーツ越しでもしっかり発光してくれています。この塗料は複数あるのでプラ板にもそれぞれの塗料を塗っておきました。色が複数なので見えにくいですが参考程度に確認してください。エナメル塗料はまだ1年半くらいなのでもっと時間が経過してから再度確認してみたいですね。ここからは製作時期が1年以内の比較的新しめのガンプラとなります。このドムは100均で購入した蛍光ペンで塗装して約8ヶ月前ぐらいに作りました。蛍光ペンはダイソーで購入したこの商品で5色入っていて便利そうだったので購入しました。他にも色々な種類の蛍光ペンがあったのでいつか試してみたいです。まだ時間経過が少ないのでブラックライトを当ててもあまり変化はわからなかったです。100均の商品なのですぐ劣化するかと思ったのですが一応まだ大丈夫そうです。プラ板と比較してもそこまで変わらないですね。記録も兼ねて今回は撮影しましたがこれから時間が経っていくとどうなるのか楽しみです。気軽に縁を塗装できる便利な商品なのでなるべく長く発光しててほしいですね。塗料の劣化確認では最後のガンプラとなります。ハイニューガンダムにはマジックルミノペイントという水性の蛍光塗料を使いました。このガンプラはパーツの縁を塗装してて製作してからまだ半年くらいしか経っていません。この塗料の特性はすごく面白くて最初は白色なのですが乾燥すると透明になります。どこを塗装しているのか分かりやすいので最初に色がついているのは助かります。乾燥するとこのように透明になります。見る角度や光の当たり方によって塗膜が見えますが色のついたプラスチックに塗装すればそこまで気にならないです。ブラックライトを当てるとこのように発光してくれます。半年くらいなのでそこまで塗料が劣化しているとは思わないですがこの塗料は値段が高いのでなるべく長持ちしてほしいです。プラ板の塗料と比較してみますが違いはなかったです。といっても新しいものを用意してなかったのでこのガンプラと同じ瓶の塗料を使用しています。瓶はしっかり蓋を閉めて直射日光に当たらない場所で保管していましたが購入時と同じ状態でないことだけはご了承ください。ここからは塗料の劣化確認ではなく約半年前に100均のダイソーで購入した自作ペンがまだ使えるのか確認します。この商品はハイグレードビルドストライクギャラクシーコスモスの制作時に使いました。この自作ペンが今でも塗料が
が乾燥しないで使えるのか確認してみます。詳しい使い方はビルドストライクの制作動画で紹介しているので今回は省きます。半年の間で一度もキャップを外していない状態での確認となります。使用した塗料が透明なので全然見えませんがちゃんと塗れています。わかりやすいようにブラックライトを当ててみましょう。ブラックライトを当てるとちゃんとかけているのがわかりますね。100均の商品なのでキャップをしててもすぐに乾燥すると思っていたので正直驚きました。これを使ったビルドストライクはこんな感じです。このペンを使ってパーツの縁を塗装していますが、蛍光クリアの劣化確認はエクリプスでやっているので参考程度に見てください。ここまで見てくれてありがとうございました。最後に軽くまとめて動画を終わりにします。どの蛍光塗料も劣化が気になるほどではないので気軽に使っていきましょう。もちろん今回確認した塗料以外にも様々な蛍光塗料があるので全部が同じというわけではない点だけは注意してください。今回紹介したガンプラの制作動画は概要欄にリンクを貼っておくので気になったものがあったらご視聴お願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。